あなたは人間にとって食事は必要。本当にそう思いますか？遡ること19年前の2003年11月、インド西部アーメダバードにあるスターリング病院で前代未聞の実証実験が行われました。観察の対象は当時74歳のヒンドゥー教修行者であるプララド・ジャニ氏。実験が行われたのは彼の信じられない主張の信憑性を確かめるためでした。もし彼の話が本当ならば、人類は食糧問題から解放されるかもしれません。なぜならジャニ氏はこう話していたんです。私はもう何十年も何も食べずに生きています。数十年もの間食べ物を口にしなかったと語るジャニー氏。彼のように果たして人は本当に食事抜きで生きられるのか。その謎を解明すべく行われた実験の結果は、人類の常識を根底から覆すものだったんです。ナマステ、ケンちゃんです。インドカレー大好きステー、ヤミヤミコですてー。ナマステ。私たちインドの人たちの言葉ナマステぐらいしか知らない僕インド行ったことあるんですけど、マジでカレーばっかり出てくるんですよ。全部カレー味ってこと？そう、カレー味じゃなくてカレーが出てくるんですよ。毎日カレーしか出てこないから、ビュッフェに行ったんですよ。そしたらいろんな種類のカレーだったんですよ。まあまあその星がついてた店だったんですけど15分に1回停電するんですよ。すごいわね。でもなんかそれがこう旅行の醍醐味というかさ、面白いわね。はい、本日ご紹介するのは信じられない食生活を送る人たちについて。中には何十年にもわたって何一つ口にしていないという人もいるんです。本当に？そう、隠れて食ってるでしょ絶対。かもやってるのそんなみたいなよね。まず最初は超偏食の女性。彼女はとあるものをひたすら食べる毎日を送っている人なんです。でもちょっと待って、今日はちょっと最後にとっておきの発表あるわよね。あるから楽しみにしてて。しか食べない女。遡ること4年前の2018年1月、リトアニアが舞台。ロシアの放送局ロシアトゥデイはリトアニアに住む70歳の女性スタニスバ・モンツストビレネさんについて報じました。ニュースに映っていたのはバケツを持って森に入っていくスタニスラバさんの姿。スタニスラバさんは洞窟のような穴蔵へたどり着くと、おもむろに中へと潜り込んでいきます。数分後戻ってきたスタニスラバさんの手にはバケツいっぱいの茶色い物体が。なんと彼女は突如カメラの前でその物体を貪るように食べ始めたんです。そう、スタニスラバさんが食べているのは土だったんです。驚くべきことに彼女は10年にもわたり近所の森で採れる土以外を口にしていないというんです。はぁ？土？そんなもん雑菌とかもいろんな菌入ってて絶対体に悪いでしょ。最初はね、僕もそう思ったんですけど、世界には土を食べる文化があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、土食について。土を食材として用いる地域は世界各地に存在しています。例えばアメリカではネイティブアメリカンが心労回復のために土を食べ、ベトナムでは客人をもてなす料理に土が使用されることも。またフランス料理にも煮込んだ土にルッコラの根を添えた土のスープという料理があります。食用の土は何でもいいというわけではないんです。地下深く何メートルも掘って採取される黄土や赤土に限定されています。またスタニスラバさんの場合は湿気のある粘土質な土を選んでいるそうなんです。そのため別のもので水分を補給する必要もないと彼女は語ります。食文化として土食べる国があんのね。東京の五反田にも土を食べるフレンチレストランなんです。そんなとこあんの？そうなんです。ですがね、スタニスラバさんの場合は土を食文化として食べたい、そういうことではなく、ある事情があった。事情？土食が起こした奇跡。以前は通常の食事をとっていたスタニスラバさん。彼女が急に土を食べるようになったのにはあるきっかけがあったんです。そのきっかけとは余命宣告。ある日体調を崩したスタニスラバさんは病院へと向かいました。大したことはないだろうと思っていた彼女だったんですが、検査の結果発見されたのは重度の脳腫瘍。さらにヘモグロビンの値も異常に高く、脳梗塞や心筋梗塞を併発する恐れもあり、医師はスタニスラバさんにこう告げました。申し上げにくいのですが、あなたはもう長くは生きられません。医師によると彼女の脳腫瘍は進行性で、すぐに治療を行っても生き残れる可能性は低いとのことでした。突然の余命宣告にひどくショックを受けるスタニスラバさん。病院でどうにもできないというなら、私はもう生きるのを諦めるしかないというの。うつむき加減に歩いていた彼女の目に飛び込んできたのが道端の土でした。この時どうしたことか、スタニスラバさんは天からの啓示を受けたかのように、この土を食べれば病気が治るかもしれないわと直感したというんです。なんでそう思ったの？
本当謎なんですけど、うん、人間の生存本能ってこういうことなのかもしれないなと思いましたね。そういうこと？思いつくままに道端の土を口に押し込んだスタニスラバさんは激しくむせ返りました。だろうな、やっぱり土を食べるなんて馬鹿げてるわよねと最初は諦めかけた彼女。そこで諦めろ？しかし自分の生きる術はこれしかないと、土に含まれる豊富なミネラルが病気を良くすると信じ、毎日決まった量を食べるように努めたんです。そうやって毎日土を食べているうち、食べ方にも慣れ、むせることも少なくなっていったんです。そんなある日、スタニスラバさんの体調に変化が現れ始めました。なんだか以前より体調が良くなった気がするわ。スタニスラバさんがそう感じたのは、これだけのことをしているのだからという、いわゆるプラシーボ効果だったのでしょうか。いいえ、違うんです。自身の体調の変化に気づいた彼女は早速医師の診察を受けることに。すると、信じられません。異常値を示していた血中ヘモグロビンのレベルが正常な値まで戻っています。脳の腫瘍も小さくなっていますよ。なんとスタニスラバさんの末期だと診断された脳腫瘍は小さくなっており、ほとんど健康体と言える状態まで回復していたんです。この後定期的な治療を受ける必要もなくなり、スタニスラバさんが病院に通うことはなくなりました。ただし、土を食べていることと病気の因果関係は解明されていません。医師は病原菌を摂取するリスクから土を食べるのをやめるように説得を試みたんですが、スタニスラバさんは今でも森へ出かけ土を頬張る生活を続けているそうなんです。そんな事情があったわけね。でもなんか土で病気を乗り越えるなんてすごいじゃない。なんかスタニスラバさん本当にガッツあるわ。土を食べるっていうことだけでもね、驚きなんですけど、うん、なんと世界に水だけを飲んでご飯を食べないっていう人もいるんです。アメリカの超小食夫婦。遡ること5年前の2017年6月15日のこと。イギリスのタブロイド紙デイリーメールがアメリカカリフォルニア州のある夫婦について報じ、物議を醸しました。報じられたのは赤木リカルドさんとカミラ・カステロさん夫婦。一見どこにでもいる普通の夫婦に見える彼らが報道された理由。それは彼らの食事が週に3回だけだったから。彼らは日常生活をほぼ水だけで過ごし、週3回の食事もフルーツ1かけらや野菜スープだけだったというんです。さらに注目を集めたのは、妻のカステロさんがほとんど食事を取らない生活のまま2人の子供を出産したという点。9ヶ月の妊娠期間中にカステロさんが食事をした回数はなんと5回だけ。座りで食事ができないとかいう事情じゃない。それがね、違うんですよ、ヤミコさん。彼らが食事をしなくなったのにはある理由があるんです。リカルドさんとカステロさんが結婚したのは2008年。その年に南米を旅していた2人は現地の人伝いでブレサリアンという言葉と出会いました。ブレサリアンは水以外の食事を取らずに生きている人のことを指し、呼吸イコールブレスだけで生きる人という意味でブレサリアンと名付けられました。このブレサリアンに強く興味を惹かれたリカルドさん夫婦は21日間の実践訓練に参加。そんなのあんの？ベジタリアンの食事からフルーツのみへの食事へと段階的に食べる量を減らしていき、訓練が終わる頃には食べなくても空腹を感じず、食事への執着もなくなっていったというんです。怖えなそれ。以来夫婦の食事量は激減。妊娠中も変わらずほぼ水だけの生活をしていたカステロさんでしたが、3ヶ月ごとの定期検診でも特に異常は見られず、その後元気な赤ちゃんを出産しました。リカルドさんとカステロさんは食事を減らしたことで精神が安定しただけではなく、食費が節約できて自由に使えるお金が増えたと話しているんです。しかし報道を見た人たちからはこんな心配の声が上がりました。子供たちにはちゃんとした食事を与えているのか。これに対しリカルドさん夫妻はこう答えています。子供たちにはピザでもアイスクリームでも好きなものを食べさせます。私たちがブレサリアンであることは伝えていますが、子供たちにそれを押し付けるつもりはありません。彼らには様々な味覚を楽しんでもらいたいんです。リカルドさん夫妻は自分たちの生き方を子供に強制するようなことはなかったんです。しかし子供たちが大きくなったらブレサリアンについてより深く知ってもらいたいとも語っており、一家で朝食生活を送るようになる日も遠くないのかもしれません。子供にはちゃんと食べさせてるのよね。そこはほっとしたわよ。ブレサリアンはですね、科学的なね、いずれなこれ根拠がねあるわけではないので、メトラの皆さんも安易に真似だけは絶対にしないでください。ダメよ絶対。それにしても水しか飲まないで生きられる人間がいるなんてびっくりしたわよ本当に。それがですね、ヤミノさん、ここで終わりじゃないんですよ。世界にはもう真似する気も起きないような究極のブレサリアンが存在する。アルティメットブレサリアン？伝説の腐食人間。遡ること19年前の2003年11月、インド西部の都市アーメダバードが舞台。この地にあるスターリング病院である実証実験が行われました。実験室に入ってきたのは一人の老人。当時74歳だったプララド・ジャニ氏です。この実験の目的は彼のとある主張の信憑性を確かめることでした。ジャニ氏は周囲の人々にこう話をしていました。私はもう何十年も何も食べていない。人間は食べなくても生きていけるんだ。さっきのさ、小食夫婦みたいにちょっとなんか食べてたんじゃないの？違うんです。実はこのジャニ氏は子供の頃から水以外
一切口にしていないというんです。本当に食の楽しみを知らないわけ。そうそう、三大欲求のうち一つがないわけです。すごいわね。想像つかないですよね。ジャニ氏の人生が変わったのは1940年。当時11歳だったジャニ氏はヒンドゥー教への信仰心が強く、実家を離れジャングルの奥地で修行を行っていました。そんな大自然の中で暮らしていた少年は、ある日の真夜中のこと、とても不思議な体験をするんです。その体験とは、女神との出会い。なんとジャニ氏の前にヒンドゥー教の女神カーリー、ラクシュミー、サラスワティの3人が姿を現したというんです。彼女たちはジャニ氏に近づくとこう囁きました。あなたはもう二度と食べることに憂う必要はない。その夜を境にジャニ氏は女神たちへの信仰を深め、髪を伸ばし赤いサリーのような衣服や宝石を身にまとうようになりました。そして彼は女神たちの言葉通り食べ物も飲み物も一切必要のない体になっていたというんです。しかしそんな話を簡単に信じられるわけはありません。インド国内でもジャニ氏の話を怪しむ声は日に日に大きくなっていきました。いや、そりゃそうよ。普通こんな話誰も信じないわよ。まあ僕もそうなんですけど、そうなんです。そこでですね、この話の真偽を調べるべく、ジャニ氏に対する実証実験が行われたんです。前代未聞の実験結果。2003年、スターリング病院で医療チーム30名が監視する厳戒態勢のもと、ジャニー氏の10日間にもわたるモニタリング実験が開始されました。その結果、驚きの事実が明らかになったんです。信じられない。実験に立ち会った放射線科医のサンジャイ・メータ医師は我が目を疑った。24時間カメラで撮影されていたジャニー氏はいつになっても食べ物はおろか水すら一滴も口にしない。しかも彼の驚くべき行動はこれだけではなかった。そんな、まさか。なんとジャニー氏はトイレで用を足すことすらなかったのだ。状況を飲み込めないメータ医師はジャニー氏の暴行を撮影した画像を繰り返し確認した。そこで驚くべきことが判明する。なんてことだ。ジャニー氏の膀胱は生成した尿を再び吸収している。これには代謝機能を専門とするドイツウィーン医科大学のアントン・ルガー教授も頭を抱えた。どういうことだ。彼の体内では一体どんなことが起きているんだ。通常人間は4日も排泄をしなければ老廃物が蓄積して体に異常が現れます。しかしジャニー氏は10日間もの間飲まず食わずだったことに加えて1回も排泄をしなかったんです。当時の最先端医学をもってしてもこの前代未聞の実験結果を解明することはできませんでした。なんかもう想像するだけでちょっと苦しいんだけどさ、ジャニー氏の言ってたこと本当だったってことでしょ。どんだけ不思議な体なの。この実験によってジャニー氏の言っていたことの真偽が明らかになるどころか、ますます謎が深まっていったんです。最初の実験から7年後の2010年、スターリング病院で2度目の実験が行われました。今回の実験を主導するのはインドの国防省。ジャニー氏の前回の実験の話を聞きつけ、それが本当ならば彼のエネルギー源を探り、兵士や自然災害時の生存能力の向上に役立てようと考えたんです。こうして国防省の傘下からえりすぐりの36名の研究者が集い、ジャニー氏の腐食の実態を調査する再実験が幕を開けました。この時ジャニー氏は病室に缶詰の状態にされ、15日間にもわたり監視カメラで撮影され続けたんです。加えて血液検査や MRI 検査、電極を使った脳や心臓の測定など様々な検査が実施されます。果たして2度目の実験の結果は同じだったんです。ジャニー氏はこの時も一度も飲食せずトイレにも行かなかったんです。さらに研究者たちを驚かせたのはジャニー氏の血液検査や CT スキャンなどの結果に全く問題が見られなかったこと。神経学者のサディール・シャー博士はこの結果を受けてジャニー氏の体内で一体何が起こっているのか皆目見当もつかないとコメントしました。その上でサディール博士はこんな持論も展開しているんです。もしかすると彼のエネルギー源は日光なのかもしれない。ジャニー氏が水や食料を摂取せずに生存できているのは植物のように日光からエネルギーを得て光合成のようなものを行っているからではないかというんです。ジャニー氏本人は女神の祝福によって食事が不要になったのだと語っていたんですが、サディール博士らにとっては光合成しているという方が少なからず現実味があったんです。しかし結局確かなことはわからないまま2020年5月26日ジャニー氏は老衰で亡くなりました。彼が死ぬまでに腐食を貫いた期間はなんと80年。プララド・ジャニ氏はまさに人類の常識を覆した存在であったと言えるんです。しかしながら僕たちをはじめ多くの人にとって生存するために食事をすることは必要不可欠。その上で今回ご紹介したように必ずしもそうではない人がいることもまた事実。実は人類が現代のような食生活を始めたのは数世紀ほど前のことなんです。日本でも江戸時代までは1日2食の生活が一般的で、照明技術が発展し1日の活動時間が伸びたことをきっかけに3食食べる食生活が普及し始めました。つまり食事の回数
やその量は人が決めているという見方もできるわけなんです。そう考えると人類が皆ジャニシのように一食も食べずに生存できる可能性もゼロではないのかもしれません。なるほどね。でも食べなくても生きていけるのかもしんないけどさ、うん食って人生の楽しみの一つじゃない。もうマジで間違いない。そこで私の最初に言ってた重大発表です。重大発表です。じゃあ何ですかこれは。実は僕らがやっている会社で新たに立ち上げたこだわり抜いた和の素材を使った洋菓子のブランド、八姫茶寮というね、そこで出しているマカロンなんです。実はね、これ抹茶とか玉露ほうじ茶って言うんだけど、あと熟成和紅茶、そういうお茶をベースに作ったマカロンなのよ。ティーマカロンっていう、福岡県八女市ってところで70年以上続いているお茶屋さんの兄弟と一緒に立ち上げたお菓子屋さんなのよ。その兄弟が親父さんの何回も賞を取ってるような、素晴らしいお茶を全国に広めたいって熱い思いがあったんで、僕もぜひ一緒にやりたいっていうところでずっと仕込んでたんですよ。あんたもめちゃくちゃ試食したわよね。このせいでちょっと太ってまあね、たっけんは一食にしかずということでね、そんな言葉ある？食べた方が早いです。抹茶と柚子からいきますよ、もうね。どうまい。うまい。今日お茶も入れてきたからどうぞね、やっぱね、皮をね、あえてこうサクッとさせて、そうね。中をしっとりさせてるんですよ。サクポロみたいな感じよね。そうそう、アクセントでこれだと柚子が入ってる。玉露ほうじ茶と中に栗が入ってるのいただきます。無限に食えるんですよ。甘すぎなく作ったわよね。オーガニックで自然派の素材を使ってるんで、アーモンドパウダーとかね、マカロンにしては優しい味よね。やっぱこだわりで作っていて、全部手作りなんですよ。シェフの手作業で作ってるんで、数に限りがなかなかいっぱい作れないのよ。でもその代わりもう本当に味は保証するんで、説明欄とね、固定コメントにリンクを貼っておくので、気になる人は覗いてみてほしいです。